2025年の建築基準法の断熱性能で建てられた家というのはもう2030年にはアウトになってます。既存住宅不適格という名前になるんですね。そう聞くとどこまでの性能で家を建てるかというのはかなり慎重に考えないといけませんね。だと思いますよ。僕らはだいたいそのぐらいの時の基準でもいわゆる既存住宅不適格にならないようなそのぐらいの基準でやろうということをだいぶ前からねさせていただいております。今日のテーマは2050年から逆算する家づくり。このテーマを選ばれた理由はどこにあるんでしょうか？うちの会社のね家づくりのテーマでもあるんですが、30年50年ものによっては100年残るものなのです。やっぱり流行りをねやっちゃうと20年後には必ず後悔しますので、将来ですね後悔しないように25年30年後の、家っていうのを想像しながら皆さんと一緒に考えていきたいと思います。今日のポイントはいくつありますか？今日のポイントは、3つですよね。まず1つ目は家の性能、耐震と断熱。これはもう大前提です。2つ目が、国産材を使う。当社の場合は吉野杉とか紀州の杉とかそういうのが多いです。そういう素材で家を作るということ。3つ目になるのは地域らしさ。その土地の気候風土に合ったっていうお家を考えながらやりたいと思います。でこの3つをちょっと抑えながら、30年後も価値を保つ家になるように、考えていきたいと思います。清水さんはこれだけ長い時間軸で家づくりを考えていらっしゃいますが、その根っこにある考え方ってどんなものなんでしょうか？いろいろあるんですけど、家ってずっと残るものですので、簡単にね今日の晩ご飯で食べて終わりでもないですし、車のように3年5年10年で変わるもんでもないんですよね。家のことを考える時にねちょっと堀部さんのね本があるんですよ。こちらの本ね、こちらの本、これ大好きな本なんですが、この本の中で出会った言葉なんですが、地球は親から与えられたものじゃなくて、土地ですよね。土地は親から与えられたものでなくて、子孫から借りているものだっていう話なんですね。何をなすにも7世代後の子どもたち子孫に対してどう影響を及ぼすかっていうのを考えないとダメだという話なんですね。これはネイティブアメリカンのインディアンの話なんですが、7世代先といえばね、だいたい210年ぐらい先やと思います。一世代30年で考えるとね、それが、一軒の家が30年で消えるのか100年持つのか、これがねその街の風景になっていって自分の代だけ良ければいいっていう考えで家を建てられると、ちょっとやっぱり未来の子どもたち子孫に対して不義理をしてるようなそんなイメージありますね。そもそも日本の住宅政策ってどんな流れで来たんでしょうか？住宅政策っていうのは今もあるんですけど、国交省の方で5カ年計画というのがあって長い間寮やったんですね。戦後焼け野原で住宅が足りない、特に東京大阪博多とか都心部で名古屋とかもそうですし、人口が集中して家が足りないということで寮を目標にしてたんですよね。昔であれば120万戸、新築着工件数があったとかそういう感じでやってたんですよね。それが質に変わったのは2009年の6月4日の長期有料住宅の制度ができてから初めてなんですよね。これが2009年なのでまだ15年16年しか経ってないという。2009年というと随分最近ですね。本当に最近だと思います。もっと前からね本当を言うと1990年代から空き家問題が来るぞっていう話になってたんですけど、ちょっと放置されたような感じで、本当のスタートは長期有料住宅が始まってからかなっていう感じですね。
これから住宅の基準ってどう変わっていくんでしょうか？どんどん性能は良くなるはずなんですよ。なので今の最低基準で建てられた家はもう早い話ね、2025年の建築基準法の断熱性能で建てられた家というのはもう2030年にはアウトになってます。絶地基準になると言われてますので、それでもうアウトになると思いますので、それがね、2035年2040年こうどんどん性能の方が良くなっていきますので、その時に、付けられる名前なんですが、今合法で建てても例えば2035年に合法でなかったら既存住宅不適格という名前になるんですね。だから今断熱性能のない家って今でも現在でもそういう名前で呼ばれるんですよね。ちょっとね、もし持ってはってこれを売るとか、建築確認を取ってリノベをするとかいう時に今の現行法に合わしなさいってなりますので、ちょっと嫌ですよね。では一つ目の柱、家の性能ですね。はい、先ほど言いました耐震と断熱の性能のことなんですけど、まず耐震のことなんですが、2050年を考えると必ず来ると言われている、東南海地震、南海地震がありますので、家はもう最低基準でも等級3を取っといてもらえたらいいと思います。等級3というのはどれぐらいの強さなんでしょうか？建築基準法で等級1っていうのがあるんですよね。等級1の 1.5 倍の揺れに対しても大丈夫という形になります。等級3相当という表現も見かけるのですが、これは同じものですか？全く違いますので、今の基準法になってからはほぼないと思いますが、相当と言われるのは適量計算っていう簡易計算なんですよね。で等級3は許容応力度計算って言って中身が全然違うんですよね。弊社の場合構造設計事務所っていうのがあるので、構造屋さんに計算してもらった等級3なので、そういう相当ではなくて、本当のっていう意味おかしいですけど、許容応力度計算で等級3っていうのが一番いいと思います。断熱の話をお願いできますか？はい、2025年の4月から断熱はようやく義務化が始まりました。でこれがいわゆるゴールじゃなくて、先ほども言いましたけど2030年には絶地水準に上がるという方向になってます。で2035年には今の GX ですね、そのぐらいの水準に上がるっていう形になってます。国際公約でCOP21 っていうのがあるんですが、そこで日本はCO2 の削減 46% ということを、謳いましたので、これ公約なのでもう年々ずっと上がっていくような形です。で一応2050年にはCO2 ゼロの家が標準でいこうという形になってますので、おそらくそれをなると思うと今から言うと結構な性能になっちゃうと思います。そう聞くとどこまでの性能で家を建てるかというのはかなり慎重に考えないといけませんね。だと思いますよ。僕らはだいたいそのぐらいの時の基準でもいわゆる既存住宅不適格にならないようなそのぐらいの基準でやろうということをもうだいぶ前からね、させていただいております。断熱について大新ビルドではどこまでされてるんでしょうか？はい、標準的に言うと壁が120ミリの、高性能グラスウール16系です。で外側にグラスウールボードが60ミリっていう形になってますので、性能で言うとだいたい200ミリ断熱と同じぐらいの感じです。でちょっと寒い地域に行くと発泡系のフェノバボードとかいうのをやったりとかもします。で屋根はここのところ暑いのでね、45年前から吹き込みでグラスウールをやってるんですが30センチにしました。で基礎は基礎断熱でやってます。ざっくり分かりやすく言うと UA で 0.24 ぐらいから 0.38 ぐらいです。はい。
プランによって変わりますけどね。で新宿の旧案住宅レベルでいうと2から3をクリアしているような感じです。なので2050年になってもおそらく関西ではこの基準まで来ないと思ってますので、余裕を持っては断熱性能になってます。標準仕様ですでに2050年の基準を満たしているということですか？はい、じゃないとねもったいないですもんね。性能というのは断熱の数字だけで決まるものなんですか？それすごくいい質問です。断熱材を厚くしてもねそれだけじゃ効かないんですよ。でやっぱりちゃんと気流止めっていうのをちゃんとしないとダメっていうのが僕ら新住居の中の鎌田先生が一番初めに気流止めを見つけたので言うんですけど、あったかい空気で上に上がるんですね。で上がった空気がこう屋根天井から抜けていくような形ですね。天井を通して屋根から抜けていく。で抜けた分だけ冷たい空気が下から入るんですよね。そうするとずっと足元が寒いままなんですよ。古いお家とか行かれたら暖房つけたら頭の方はぼーっとするんやけど足元寒いっていうのはそういうことなんです。気流止めがないということです。よく耳にするシーチ、気密の数字と関係しているんですかね？はい、そうです。気密テストっていうのを、全島やってるんですが、だいたい、うちの会社は 0.5 以下っていう形を、基準にしてます。それでもだいたい平均アベレージって言ったらだいたいもう 0.2 とか 0.1 とかそんな感じになってますので、気密テストをやらない方が怖いとは思いますけどね。2つ目の柱、国産材の話をお願いできますでしょうか？はい、皆さんも記憶に新しいと思いますが2021年のウッドショックということがあって海外から木材が急に入ってこなくなって業界全体がねちょっとおかしくなってしまいました。でも弊社の場合はもう構造材はだいたいもう吉野もしくは紀州の木しか使わないんですね。で長くお付き合いさせてもらってるところがあるので、そこをずっと使うような形をとってます。前にNHK の朝ドラでもあったと思うんですけど漁師さんが山をねきれいにしていくという話なんですが、やっぱり海が荒れてる原因っていうのが山にあるんですよね。山が荒れるとどうしても海も荒れてしまう。海の水が蒸発して山に当たってそれが雨になって雨からろ過された水が地下水になって川に流れて栄養分のね豊富な海になっていくんですけど、山が荒れちゃうとそのろ過する作用がね、なくなってしまってで赤潮とかそういうのが発生して漁師さんたちが一生懸命山をきれいにしたという話があるぐらいです。全てはこうつながって循環してるんですね。はい、先ほどの7世代の話とつながってきますね。ですね。なので何かをやるときに言うたらこれは7世代先の人たちが喜ぶことなのかとかそういうことを考えて、今だけ自分だけ金だけっていうねよく言われますけどああいうことはやらない方がいいと思います。3つ目の柱の地域らしさについてもご説明お願いします。はい、これもよく言うんですけど、例えばですよ、例えば九州で中学生の子がいました。京都とかに修学旅行行くと思うんですが、修学旅行行った時に金閣寺、銀閣寺、清水寺とかいろいろ行くと思います。でホテルに帰った時にパッと横を見ると住宅街があって、それは京町屋じゃなくってハウスメーカーの家ばっかりだったらどう思います？やっぱり京町屋も見たかったはずです。でそれじゃなくってなんかね無機質なサイディングの家がいっぱい並んでしまうとやっぱり地域らしさっていうのはなくなりますよね。で例えばもう一つ言うと、北海道のお家と沖縄のお家は全然違いますし、北海道では札幌なんか行くとよくわかるんですけど雪を道路に落としたらダメという条例がありますのでいわゆる水平の屋根であったり
逆 M 字の屋根があるような、そういう感じで雪が落ちないような屋根があるんですよね。それが北海道の風景であって、逆に沖縄は毎年台風が来ますよね。でそういうところはやっぱりRCコンクリートが多いですし、でそれに適したお家になってると思います。その土地の気候に逆らわない、土地に合った建物にするっていうことですかね。だと思いますよ。では関西の場合どんな特徴、地域らしさがあるんでしょうか。僕らがよく仕事させてもらってる関西地域、大阪はじめ京都神戸っていうのは、夏は本当蒸し暑くて、冬はね京都なんかでしたら底冷えしますし、でこういったところの断熱計画であったり、また軒ひさしをうまく使ったパッシブデザインであったりで、あとは気候がどっちかに夏に偏う冬に偏うっていうわけでないので、やっぱりエアコン空調計画というのも大事になると思うんですよ。でその空調計画で、一番基本なのは、あったかい空気は軽いので上に上がる、冷たい空気は重たいので下に下がる、この自然な発想を利用して、冬場は足元から床下エアコン、夏場は上の方から小屋裏の方から小屋裏エアコン、そんな感じでやっていければいいと思います。もう空調計画に関しては、感覚も大事ですけど、断熱も同じですよ。この辺は科学です。サイエンスなのでちゃんとした答えが出ますので、この家でしたら何キロのエアコンを使えばいいっていうのもちゃんと出ますので、その辺もやっていけばいいと思います。では本日のまとめをお願いいたします。はい、一つ目は家の性能です。耐震はもう大前提です。もうこれがなかったらもう話にならないと思います。で断熱は年々上がっていきますので、今現状で言うともう最低でも6の後半ですよね。よく 6.5 とか言われますけど、そのぐらいから7を目指してください。旧案住宅もレベル3もしくはレベル2という形でやっていくのがいいと思います。で2つ目は、せっかくなので国産材使いましょう。循環する素材ですし、日本人の心に合うとは思うんですね。うちの場合はだいたい吉野か紀州のどちらかの材を使ってます。この近畿の材が構造材になるというような、そんな感じです。で3つ目は地域らしさですね。先ほども言いましたけど、関西にあったお家ってどうなるのかなって考えると、京町屋は分かりやすいんですけど、あれが全部じゃないと思いますが、やっぱり軒ひさしが出てる夏場のことを考えると軒ひさしが出てる。で冬場は日射取得ができる、そんな形がいいと思います。で科学的な根拠と空調計画も忘れずにお願いいたします。最後に何か一言お願いいたします。ありがとうございます。最後にもう一度ネイティブアメリカンのインディアンの言葉で、土地は親から与えられたものでなく子孫から借りているものなので、ちゃんと返さないとダメです。なので家を考えた時に、7世代後の人たちがこういう街並みでよかったか、こういう風景でよかったか、子供さんとかね、自分のお孫さんらが家やなって言うていただけるような、そんな家がいいですよね。流行りを追うと20年後、あの頃よく流行った家やなって、そういうふうに言われてしまいますのでね、それはちょっと悲しいと思いますので、家なので住宅の本質的なものでやられた方がいいと思います。はい、ありがとうございます。最後にこの動画が良かったらいいね、グッドボタンと、チャンネル登録の方お願いいたします。またコメントもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。